ございます。画家のギソです。今日はですね、こちらの勝負を描いていこうと思います。そしてこの草壁さんの出しているシングルピグメントのカラーセット、ステイニングカラー、こちらですね、こちらで多分これかなりいいもの描けるんじゃないかと思いますので、ぜひご覧いただければと思います。でこちらに、この順番で13、14、15、16、17、18、並べていきました。こちらの順番で並べていきました。それでは解説をしていこうと思います。よろしくお願いいたします。サムネの通りですね、際を描いていくというか、外側から攻めるというか、隙間を描く。これをやっていくことで、非常にこれ力ついていきます。やっぱり初心者の人とはプロの差の大きな違いとしてはここにあるのかなというふうに思うんですけども、これができるようになるとですね、僕は隙間産業っていうふうに言ってるんですけど、よくまず作っていきます。緑の部分書いていってますね。ネガティブペイントっていうふうに書いてあったりします。僕ちょっとね、ジャパニーズなんで英語が苦手なんで昔からこういうふうに隙間産業なんじゃそれって感じかもしれませんけど、モチーフの周りを描いていって、日本の受験とかを見ているとよくね卓上デッサンってあるんですよ。モチーフだけを机の上に置いて背景を描かないという。でそれのなんていうか間違えてしまうところというか、やっぱ普通に考えたら周りもものってあるじゃないですか。周りもやっぱそこまで考えて描いてあげるという意識を持たないと、卓上デッサンの考えだけで言ってしまうと周りの考え方っていうのはなくなってしまうというか、どんな絵でも周りあるんです。大体ね。ないのあるかな、イラストとかかななんかキャラクター1個とかかな。本来はだから後ろまで考えて描いてあげるということが必要なのかなというふうに思うんですね。で油絵家の場合特にそれすごい油絵家は背景まで描くんですけど、例えば東京芸大なんかにしても、でもデザイン科とか日本画なんかもそうかもしれないな、背景まで描くということはあんまりないんちゃうかな。関西でもそうやね。関西のなんか油絵家美大の話ですね、確かなんか合手かなんかで、僕らの頃ね、もう30年前の話なんで今知らないですよ、調べてもないので、やっぱそういう後ろまで描いていく。あとは玉美の版画のデッサンは後ろまで描くか、油絵家のなんか一部みたいなとこありますからね。なんかそういう後ろを描いていく。だから僕はなんか隙間とかで受験の時よく先生方からよく言われるのは際って言葉よく言われます。際、輪郭のことやったりしますけども、すごくこの際って大事なんです。すごく大事なんですよ。でただ際という言葉だけで言われてしまうので、なんか際ってでそれによって例えば立体を出していったり前後関係を出していったりとかするということができるんですね。でここの際のところというのと、やっぱりそこから起きる現象、奥の現象とか手前に何かあるものとかっていうのを極めていくことによって、やっぱり2次元から3次元、3次元から3次元から2次元の空間、そこにあたかも3次元の空間がある。ここちょっとすごい難しいんですけど、絵ってで今例えば VR とかあるの知ってます？こっちの目とこっちの目で見た映像みたいなものを何か一つのレンズとかで組み合わす。そうすると立体的に見えるじゃないですか。でも、写真って一眼でしょ、一つの目でしょ。でこの2つの目で認識した情報で人間というのはここまでの距離感とかここまでの距離とかっていうのを認識するわけですよね、頭の中でね。っていうことが、だから片目でやったらどれぐらいの距離か分からへんとかってあるでしょ。で要は2次元の3次元の世界を背景の方から1層目を描きました。次は花を描いていこうと思います。この色がねす
すごく鮮やかです。この、新しい草壁さんのですね絵の具、ちょっとこれはやっぱ勝負かかんといかんなと思って描きました。で例えば薄っぺらいものの輪郭であるとか、丸みのあるものの輪郭であるとか、質感を変えるであるとかで、その際という言葉一つでこくぐってしまって、こうね、際って僕らも本当言われた。今どうなんですかめちゃくちゃ言われました。だからそこでどういうことが起こってどういうふうになってっていうのを3次元から2次元の世界に直すときに、平面的とか奥行きのないような世界にならないようにするためにはいろんな作為が必要になってくる。でそれプラス、隙間というのを描いていくことによって、そういうことができるようになると。非常にこれ大事なことなので、皆さんに、サムネでそういうのをお伝えしました。でよく本当に外側から形を、もう今回まさにそういうふうに意図的にしました。塗り残してね。だからはい、後ろバックとかっていう言葉あるんですけど、バックってなんかもう完全に脇役に徹したような言葉ですけど、じゃなくてやっぱり前を引き立たすための後ろであるというような関係をちゃんと理解して描いていけるかどうかということは非常に大事なことなのかなというふうに思いますのでね、皆さんちょっと上達せんなっていう人はもうその形にしてもね、やっぱり外側のこのシルエットを見るように、勝負やったら勝負の外側のこの緑のシルエットも同時に見るようにしてほしいんですね。形なんていうかな、モコモコ病とでも称しましょうか。僕そういう人ちょっといるなと思って、どっちかというと膨らみを描いていってしまう人っているんですけど、なんかモクって描いちゃう人って意外といるんですよ。でそれはものを見た時にも常にモクと膨らんでる、どう言ったらいいかななんか本当に筋肉増強剤とかでやったマッチョな人みたいな感じ、モクとしてるけど、へこんでいってる部分みたいなのを見る癖みたいなものとかもつけていくことによって、この隙間の形とかを認識するような力というのはついてきますので、ちょっと難しい話です。それでは最後の描き込みをしていきたいと思います。そういうのを認識できるようになってくるということでございますね。もうで最後ちょっと細かい筆を細い筆を持って、描き込んでいきました。勝負の5月下旬から6月上旬と私の近くの、我が家の庭にも菖蒲も植えてて、ジャーマンアイリスを植えてたんですけど、ちょっと菖蒲が欲しいなって菖蒲も植え出しまして、もわけわからん状態になっておりますけども、皆さんもあとなんかお庭とかない方とかでもね、なんか鉢でも結構菖蒲とか、あとはジャーマンアイリスは結構えらいことになりますよ。すごい強いので、お花とか育ててみるということも一つ、自分のモチーフを育てるということも意外と大事だったりすると思います。よく絵画教室とかでね、造花描きましたとかいうね感じあったり、それしゃあないかなとは思うんですけど、皆さんでやっぱ育てられてみたら案外面白かったりしますよ。学んでますよ。うちの、カブトムシクワガタが今さなぎになっております。もう子供たちはヘラクレスオオカブトが欲しいとか言い出してますけど、絶対お父がそんなもん買ってあげる気はさらさらございません。そんな外来種ね、外でもし繁殖してえらいことになったら日本のね、カブトムシが10年20年後にはどんどん減っていくんじゃないかというね、アメリカザリガニ現象と言いましょうか、ミシシッピアカミミガメ、子供の頃はなんか緑ガメってめちゃくちゃうわっと希少やと思ったんですけど、今逆にイシガメなんかほぼいないですもんね。話をしたのねっていう感じですけども、最後細かい描写を、この鮮やかな色もぜひ見てほしくて、ステイニングカラーを使って描いていきました。もうこの辺のね色鮮やかさみたいなのは本当に1層プラスもう1層2層ぐらいで、終わらせてます。2層ぐらいでね十分なんですよ。そして隙間のところも今まだ描き直していってます。ほら、隙間をより細かく、これぞ隙間産業。なぜか僕が突然隙間産業と名付けました。
ね、なんか本当にこう隙間産業ってあるじゃないですか。美術も僕そういうところあると思っていて、なんか誰もやっていないことをやっていくことによって自分の何かこう価値を高めていくことができるから、僕はそういうあえる隙間産業って言い続けてるんですよ。皆さんも自分でしかない、こう他誰もやってへんしと、私しかこれやってへんしという隙間産業を見つけれたら僕は強いと思ってるんですよ。わかりますか？で、隙間を少しこう描きながら密度がぐぐっと上がっていってるのがわかるんじゃないかな。だから花を描いてるよりもしかしてこれやったら隙間描いてる時間の方がもしかして長かったかもしれない。うわ大変やとか思うかもしれませんけど、いいものを作るためには大変な労力がこれ必要なんでございますので、どんなものでもそうじゃないですか。手間暇かかったものはなんか美味しかったりするでしょね。秘伝の何時間煮込んだこれは秘伝のスープですっていうようなものとかやったらね、その何時間も煮込んだ時間プラスそれをこうまたラーメンの話か、びっくりした。またラーメンの方に持ってたね。それを作るために何年もね、天下一品のラーメンに何年かかったって書いてあったっけね。そういうこととかね、ぜひ佐賀県にも天下一品さん見ていたらぜひ出店をよろしくお願いいたしますということで、隙間を描いていったということでございます。なんかこの際という言葉は本当に僕が浪人時代、今から30年前になるのか、もう30年経つのか、今も言われているでしょうか、どうでしょうか、分かりませんが、もうあんまり言われなくなったかもしれませんけども、この隙間、やはりモチーフと背景っていうのはやっぱちゃんとしたこう相互関係があるということと、それによって、主役に見せるとか脇役に見せるとかっていうことが出てきますのでね、やっぱそういうのも覚えておいてください。スープだけ美味しいって言ってもね、やっぱ麺もそれに絡み合うようなこの縮れ、またラーメンの話ですか、縮り麺がええか、細いこのね、博多のこういうのがええのか、バリ方がええのか、いろいろあるじゃないですか。やっぱああいうのもこう絡み合う、味噌に絡み合うにはこのね、黄色いこう卵麺のようなこうあれの縮り麺がいいなとか、豚骨に合うのなんかわからない、すみません。でモチーフを描いていっております。この英語で言うとネガティブペインティングというの、もう僕は横文字好きじゃないので、本当に何でもね、今はもう横文字の時代になってきていますので、私はあえて、真逆へ突き進んでやろうと思いますので、隙間産業という命名の、名前を付けましたということで、最後細かい描写をしながら、書くところとそうじゃないところみたいな強弱も多少つけつつ、絵画らしさみたいなのも残しつつ描いていったという作品でございます。この、草壁さんの新色、特にこの上から2番目の紫なんかめっちゃビビッドで綺麗やったですよ。全部綺麗やったですけど、特にこれがこの、勝負には相性が良かったんじゃないかなというふうに思います。どうですか？短い動画でしょう。できそうでしょ？どうないですか？皆さんできるかなと思って、作った動画でございます。ぜひぜひやってみたらできたよと、隙間ちょっと耐え抜いて、我慢して頑張ってやりましたよという感じで、皆さん、ぜひぜひまた作品を見せていただけたらなというふうに思います。ということで今日は隙間産業めっちゃ大事ですぜということでございました。解説は以上です。チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあお願いします。